どうもソンツンです。今日はコタイエリアから移動していってマカオ半島側の方に行きます。世界遺産とか有名な観光地なところをですねちょこちょこっと回っていきまして、で最後にもう一度このコタイエリアへ戻ってくるという、簡単な観光コースをですね、紹介しようかなと思います。移動はですねタクシーは使わずに、例えば LRT であるとか公共の路線バスであるとか、もしくは無料のカジノホテルのシャトルバスであるとか、他は全部徒歩ですねで回っていきたいと思いますので、マカオ旅行初心者の方にもね分かりやすく紹介できる動画をね作りたいなと思います。今までね、グルメとかも含めていろいろと動画を出してきましたけれども、どっちかっていうとマカオ旅行リピーター向けになるような動画がねちょっと中心になってきたかなと思いますので、ここで一発ねマカオ旅行初心者の方向けっぽいね動画を作れるかなと思うんで、なるべくそういった動画をね作っていこうと思います。コタイエリア他の場所でも良かったんですけれども、今日はこのギャラクシーのすぐ横にあるこの LRT の乗り場から LRT によってマカオ半島側の方に移動して、マコーミューという世界遺産の方へまずは移動します。そのギャラクシーのすぐ横にある LRT 乗り場がこのパイジャオジャンというところなんですが、ここからですね乗り場の方へまずは向かいます。じゃあ LRT の改札前に来ましたけれども、私はねこのマカオパスを使って LRT とか路線バスに乗ります。マカオパスで支払った方がLRT にしてもね路線バスにしても通常の半額料金で乗車できるんですね。でマカオパスどうしてもお持ちでない場合はこちらの券売機にてトークンをお買い求めいただくということになります。その LRT の乗り方とかね、こういったトークンの買い方に関しては過去動画サムネを動画の方に出しておきますけれども、過去動画を参考にしてください。現金は香港ドルはね LRT 使えないんですね。ですのでマカオパタカを使用していただくということになります。ではマカオパスを使って中の方に入ります。行き先がね2つあるんですけれども、今回はマカオ半島側のマコーミューの方に移動しますので、この2番プラットフォームへ行きます。これね絶対にプラットフォーム間違えないようにしてください。次の LRT が来るのは7分後ですね。現在がパイジャオパイコック駅からですね4つ目のところ、一番終点ですね、マコーというところで降ります。じゃあここでマコー駅に到着です。LRT 駅で嬉しいのは各駅にトイレがあるんですね。お寺のトイレとかね全然汚いですから、なるべく綺麗なトイレっていう場合はねこの LRT の中の駅でお済ませになってください。でここからマコーミューというお寺の方に行くんですけれども、一応ねこういった観光案内マップみたいなのがありますので、現在のこの LRT のマコー駅からですね、お寺がこちら、各秒になります。歩いてだいたい3分ぐらいかな。でこれがマコー駅になります。
ずっとまっすぐ歩いてね、道路が出てくるんですね。その道路のところを左側の方向へ、歩いていけばお寺になります。あと過去動画の中でも案内しましたけれど、この魔港駅っていうのはね、LRT だけじゃなくて、例えばタクシーだとか、あと路線バスの乗り場でもなってるんですね。だから LRT でここまで来て、さらに路線バスに乗って乗り継いでいくっていうパターンもねあります。天気だけが心配だな。微妙な曇り空なのでね、なんかどっかでスコールが来そうな感じもするんですけれどね。今日撮影してるのね、これ5月の、大体半ばぐらいになるんですけれどね、ゴールデンウィークはねほとんど毎日のように雨降ってましたからね。なんか今年2024年はちょっと雨が多いような、ね、気もするんですけれど、それでなくてもこの夏の季節はね、どんなに晴れててもね、急にスコールが降る場合があるんでね、今日の私もそうですけれどね、折りたたみの傘ね、ちょっと邪魔になるかもしれないですけれど、マカオの街中とかね、外の観光するときはね、折りたたみの傘1本カバンの中に入ってた方がいいですね。晴れてるところもあるんですけれど、反対側見るとなんかどんよりしてるんですよね。このマーグ・シャンジエという道を方角的には西の方向へ歩いてる感じですね。じゃあ LRT の駅から歩いて、やっぱり3分ぐらいでしたね。世界遺産のマコーミュに着きました。マソというですね、漁師の守り神を祀った道教寺院になります。ゴールデンウィークがね終わって、観光客の数もだいぶとまばらになりましたかね。日本でいうところの絵馬、この赤いプレートにね名前とか願い事を書き込むんですけれども、これとかあとお寺の中で線香をあきたい場合とかはですね、このお寺の内部で売ってます。赤い絵馬にみたいなやつに関しては、ここの売店でね販売しておりますし、線香とかは殿が4つあるんですね。このエリアの中にその各殿でお線香販売されております。正覚禅林というのがですね、光明の中でも一番メインなところになりますかね。真ん中にいるのがそのマソというですね、女性の方なんですけれども、漁師の守り神になってます。上にあるこういうくるくる巻きの線香もね、この中で販売されております。線香はですね、細いやつからちょっと太いやつで、めちゃめちゃねぶっといやつまでねありますので、太くなるにつれてね、大きくなるにつれて値段が全然ね違うんですけれど、例えばこれだったら2998香港ドルなので6万円ぐらいするのか。今日はあんまりね大きな線香を刺さってないんですけれどもね、こんな感じでね燃えます。エリア内の石の階段ちょっと上がっていたところに、この広辞院殿でちょっと煙でねなんかかすって見にくいかもしれないですけれども、ここが最もお寺の中で最も古い部分とされてまして、1488年に建てられた部分とされてます。このマコーミュの参拝できる一番上のところまでねやってきました。この殿が観音閣というんですけれども、下にですね3つの殿が分かれているんですが、その3つの殿はマソという漁師の守り神を祀った道教の部分になるんですけれど、観音っていうのは仏教になりますので、この殿だけがですね、仏教のところになります。この観音閣まで来るにはね、石の階段をねどうしても上がってこないといけないんですけれど、景色はねなかなかいいかなと思います。向こうのね陸地の方が中国側の樹海のエリアですね。じゃお寺の中ねざっくりとね、動画で映しましたけれど、ちょっとね腹が減ったんでなんか食べに行きたいなと思います。ブランチっていう感じかな。ちょっとこの付近で何かいいのがあれば、ちょっとそれ食べたいなと思います。その前にねマカオの世界遺産をね1日で全部歩くという場合はね、だいたいこのマコーミュというお寺からね、出発される方が多いかなと思います。過去にもね世界遺産を全部歩いて回るっていう動画出しましたので、気になる方はねそちらの動画もご覧になってください。
実際その世界遺産を全部回るっていう場合はね、この道をねずっと歩いていくんですけれど、ちょっとねこの近辺で何か食べましょう。そうだ屋台があったんだ。じゃあちょっとここで食べてみるか。路地の名前がシエンユリというところです。日曜日とか祝日は休みで、それ以外は朝の7時から昼の1時半までの営業ですね。じゃあこれが屋台の感じです。一応ねメニューがありますので中国語しかないんですけれど、今日はねこのジシュ火腿蛋の三分治、三ウェンジ、サンドイッチですね。それとアイスミルクティードンナイチャーにしました。アイスミルクティーとハムエッグチーズサンドホットサンドイッチです。金属製のストロー、マカオでは珍しいかも。ガムシロップいるんだったら入れろって言われたけれど、最初から甘いからいらないな。ホットサンド、出来たてほやほやだからめちゃくちゃうまい。じゃあ屋台の方でね食事終わりました。屋台の名前がねマーグペイジーというところなんですけれども、お寺の、入り口、門のところから歩いて、1分かかるかかからないかぐらいの距離なのでね、気になる方はまた屋台行ってみてください。私もお昼1時半で確か営業終了みたいなのでね、なるべく早めに朝7時から営業しております。そしたらですね、ここからですねまた一気に歩いて世界遺産エリアの中をねずっと歩いていくんですけれども、マコービルの入り口のところからですねずっと歩いてきまして、坂道になってるんですけれども、これをね上がっていきます。ちなみにさっきの屋台はこちら左に曲がったところの路地のところですね。それではこの坂道をねずっと上がっていって、世界遺産エリアの中をね今これから歩いてるんです。世界遺産エリアの中と言ってもね、こういうもう一般の住宅地の中にね世界遺産があるというような感じなんですけれどね、現在はいろんな世界遺産の建物とか広場をね、今日はもう通り過ぎるだけですけれども、通り過ぎていって世界遺産のセナド広場の方へ今向かっていくっていう感じでね歩いております。今日はもうこんな世界遺産の建物とか広場が途中にありますよっていう感じでねやっていきますので、さらに詳しい情報という場合は過去にその世界遺産全部1日で歩いて回っていくっていう、動画をね出しましたので、サムネも出しておきますけれども、そちらの方を参考にしてください。でお寺からねずっと今歩いてきてるっていうわけなんですけれども、しばらくはずっとまっすぐ歩いていくっていうような感じになります。これね世界遺産の建物のところにはこういうね目印としてありますので、実際観光されるときに、こういったのもね参考にしてほしいんですけれど、日本語の説明も書いています。公務局ビルであるとか、このクリーム色の建物のところですね。今2つのねマンションの間に見えているグランドリスバっていうカジノホテルの建物があるんですけれど、後ほどセナト広場とか世界遺産のところをね予定しているところを全部回り終わってからですね、グランドリスバ方面へまた歩いていくっていう流れにしましょう。同じく世界遺産に指定されているリラウ広場、なんかこういうね案内板とかもあるんですけれど、結構ね見にくいかもしれないですが、ポイントのところ日本語でも書いているのかな、今先ほど言いましたリラウ広場ですね。でもう一つ世界遺産に指定されている建物がリラウ広場の横にあって、定家屋敷っていうマンダリンハウスってね英語では書いてるんですけれども、それがこのすぐ隣にあるところなんですね。中までは今日は入んないですけれど、
白い建物のところですね。こちらが定家屋敷の入り口になってます。伝統的ポルトガル建築っていうのは多分ピンクとこのエメラルドグリーンのこの建物のことだと思うんですけれど、結構ねここでね写真撮れる方多いんですよね。なんか映える場所としてね。でこの辺りがですね、ポルトガル人がマカオに最初にやってきたのが1553年なんですけれども、マカオに初めて上陸して最も初期の頃にね住み始めたのがだいたいこの辺りだったと言われているんですね。ですので中華式の建物もあればね、こういったリラウ広場とかこういうポルトガル建築みたいなところがね今でも混在しているような感じですね。ではひたすらまたまっすぐね歩いていきます。最初に行ったマコーミュというお寺をずっとね後ろにして歩いていってるような感じで歩いております。だからさっきも言いましたけれどね、こういった住宅、もう人が住んでるもう居住区の中にね世界遺産があるっていうわけなんですよ。世界遺産の建物をね、見るのもいいけれども、マカオのね住居エリアのところをねただぼーっとね歩くだけでもね結構楽しいかなと思うんですけれどね、生活感がね垣間見れるしね。でずっとまっすぐ歩いてきまして、このクリーム色のところのね、階段を上がっていくと世界遺産のローレンス教会というところになります。今結婚式の準備かなんかしてるんでね、ちょっと教会の内部には入れないんで外観だけにしておきますけれども、1560年に建てられたという、マカオの中でも最も古い教会の一つになってます。でマコーミュのお寺からずっと歩いてきまして、いくつかの世界遺産をですね通り過ぎて、こういったところになるんですね。これをまっすぐまた歩いていくんですけれども、ちょっと途中で1箇所ですね、ここ左に曲がっていきまして、ヨセフ修道院と教会っていうところに行きます。修道院の方はね観光客はもちろん一般の方はね中に入れませんけれど、教会の方はね中に入れるので、日本の方にはね馴染みの深いフランシスコ・ザビエルの骨の一部がね安置されているっていう教会になるんですけれど、ちょっと教会の内部まで入れるかどうかね分かんないんですが、ちょっとこれからそっちの方へ行ってみましょう。ここがですねさっきの聖ローレンス教会の裏の出入り口なんですね。で裏の出入り口からこちらの道をねまっすぐちょっと坂道を下に下っていただくと、右手にヨセフ教会がね出てくるんです。じゃあこちらの方が、ヨセフ教会の門のところですね。入れるかな、結構入れないこともねなかなか多かったりしてですね、さっきのローレンス教会とかね結婚式とかでも今でも使われてますから、そういった時はね入れないんですけれど、もちろん教会なのでねミサを行っている時とかは信者の方以外は入れないようになってます。なんとか入れそうだな。でもあんまり教会なんで声出せないですけれど、すごい厳かなパイプオルガンの音楽ですかねこれ。中央祭壇のそのサイドの祭壇のところにあるのがですね、ザビエルの左上腕部の一部のね遺骨がこの中に入ってます。先ほどこの教会に入ろうとして入寺を止められた人がいたんですけれど、こういうことなんですよ。あまり肌を露出しているような衣服とかはダメだから、男性だったら短パンとかねタンクトップとか、あと女性のミニスカートとかもダメですね。じゃあヨセフ教会の方ね見てきましたので、またさっきの道に戻ってきましたから、ずっとマコーミュを後にするような感じでねずっとまっすぐ歩いていきます。
でまっすぐ歩いてきて、さらにねこれをまっすぐ歩いていってもいいんですけれど、ちょっとここからですね、今この車が通っているこの坂道のところをね歩いて、あともう数箇所ね世界遺産の建物のところを通り過ぎて、さらにそこから坂をまた下って世界遺産のセナド広場の方へまた向かっていく感じにしましょう。エリア内なんか作業してるんでちょっと入れないんですけれど、この緑の建物がドンペドロ5世劇場、そしてすぐ横に教会があるんですが、聖オーガスティン教会、こういったところもねその世界遺産エリアの中の建物として、保存対象に指定されております。それからドンペドロ5世劇場とこのオーガスティン教会のちょっとね、今だったら真ん中ら辺にね映るんですけれども、もう一つ世界遺産の建物があって、こちらが、ホートン図書館というところになります。ロバート・ホートン図書館ですね。リスボアで有名なスタンレー・ホーの叔父にあたる方の別荘だったところがですね、亡くなって遺言があったんですね。その遺言によると、この別荘を一般市民が使える、公共の図書館に変えてほしいということでね、遺言通りに建て替えられた図書館です。じゃあこの図書館にあるねこの敷地内でベンチがあるんですね。テーブルとベンチがあるんですよ。ちょっとここでね数分間、小休憩取ってまた坂を下ってセナド広場の方へ向かいます。じゃあ休憩終わったんでね、また歩いてきます。ちなみにホートン図書館のすぐ隣にこの緑の建物のところがあるんですけれど、これがさっきのヨセフ教会のその修道院の方になる入り口のところなんですが、ここからはですね関係者以外はもう入れませんので、観光客の方はここまでとなります。じゃあこのオーガスティン教会横のなんだかポルトガルに来たような感じな雰囲気のところですね、歩いて、でここからずっと坂道を下っていきます。ここ2方向にね分かれるんですけれども、この下り道です。こっちはねまた全然違う方向に出ますので、このクリーム色の建物がバンコデルタっていう銀行があるんですけれど、銀行のね横の坂道を下っていきます。さっきね図書館の敷地内でね休憩したらめちゃめちゃ蚊多かったっすね。去年と今年とねなんかやったら蚊が多いような気がするんですけれどね、虫消費対策もできればねあった方がいいと思いますよ。では坂を下ってきまして、もうすぐ目の前がセナド広場になります。でセナド広場が目の前で、向こうに見えるのがですね新中央というホテルがあるんですね。むちゃくちゃ歴史の長いホテルなんですけれども、最近までねリノベーションの関係でずっと営業停止してまして、つい最近再オープンしたっていうホテルです。今ですね新中央ホテルのなんか屋上がねすごい見晴らしがいいということで、そこ宿泊客でなくてもね行けるということなんで、R 階か、これがね最上階になるということで、ちょっと今そこへ向かっております。なんか新しい観光スポットみたいになってるらしいんですけれど、シェ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 、うわすげえ見晴らしいわこれ。後で行くねこのグランドリスバとかが見えますし、結構マカオ半島いろんなところをねこれで一望できるんじゃないですかね。この下がねメインストリートとは地元の人して言わないけれども、サンマーローという道ですね。でさらに下に、セナド広場がね見えております。いい土台があった。これ使った方が見やすいわ。セナド広場はねこの上から見下ろせるっていうのがいいですね。これが新中央ホテルの屋上のところになります。すげえすげえ、セントポール教会まで見えるんだ。ちょっと今ズームします。だいたいねこれで真ん中ら辺ぐらいに映っていると思うんですけれどね、すごいな。新しい観光スポットというか展望スポットだわ。その他下はねマカオのこういうローカルなエリアがねずらっと見渡せております。今日ちょっと天気がね少し曇りなんですけれどね、晴れてたらもっとねなんかいいような感じもしますし、
夜に来てもね、なんかこういう照明がついてね、おしゃれな感じになると思いますんでね、ここはぜひ来るべきですね。新中央ホテルのこの屋上のところ、開放時間は決まってますので、朝10時から夜10時までになってます。今エレベーターが何階にいるか、なんか時計みたいになってますね。これだったら6階に今エレベーター止まってるんですね。じゃあ R 階に来たので、はい、一気に下へ降りていきましょう。いやーよかった、新中央ホテルのあの屋上。ヤムチャとかね、なんかレストランとか、なんか宿泊室もね、なかなかいい感じなので、ちょっと私自身がね、どうしてもマカオにいる関係でね、私自身が新中央ホテルに泊まるっていうことはあんまりないと思いますけれども、いつかね、この中のレストランとかね、結構インスタとかで、ね、よく見かけるんですけれど、まあ、動画で撮れればね、またいつかそれ撮影したいなと思います。はい、ってことでね、セナド広場へまた戻ってきました。一応まあ世界遺産として保存対象になっているのは、このセナド広場と白い建物、まあ、今名前はね市政所っていう名前に変わってるんですけれど、この市政所とあとこちらの人事堂ですね。セナド広場は漢字で書くとね、議事亭前地、議事亭前広場っていうことなんですけれども、この白い建物ですね、今地政所っていう名前になってるんですが、昔はねレアルセナドという、王室議会所というふうにね日本語で訳すと思うんですけれど、その議会所の前の広場ということで議会所前広場、セナドっていうのが議会所っていう意味なので、セナド広場というふうにね名前になってます。じゃあこのセナド広場をさらに進んでドミニコ教会の方へ向かいます。じゃあこちらが聖ドミニコ教会になります。ここもね教会の中には入れます。おすすめとしてはね、写真を撮る場合ちょっとね教会よりちょっと離れたところで撮影していただくとね、なんかヤシと木みたいなのがね入りますんで、ちょっと南国っぽい感じのね教会として写真に収められると思います。一応このドミニコ教会もあまり肌を露出したような服装は禁止なんだな。ドミニコ教会の内部ね、一部ちょっとだけですけれどもね映像にしましたけれども、あの中はねなんか普通に女性の方でもミニスカートの方とかねいらっしゃったので、さっきのヨセフ教会に比べたら緩いんですかね。一応規定のルールとしてはね、あまり肌を露出したようなやつは服装はダメなんですけれど、ドミニコ教会にもね一応ああいうガードマンみたいなのがねいるんですけれども、特に取り締まられているような感じでは全くなかったですね。でもあまりね騒いでたりすると追い出されてしまう可能性もありますので、日本のお寺と同じですね。教会の中ではあんまり嬉しくなってもね大声です喜んだり騒いだりしないようにねしてください。写真を撮るのはね全然教会の中いいんですけれども、フラッシュとか使うと多分言われると思います。過去動画の中ではね何度もこの辺りは歩きましたけれども、世界遺産のセントポール教会の方へ向かっております。で一箇所ね、あるマカオの女の子から紹介されたお店があるんですね。でそれがこのボディショップっていうところからですね、ちょっと坂道上がっていったところにちょっと面白いねチーズコイン焼きっていうなんかお菓子があってですね、それがマカオのなんかセントポールかなんかのなんか刻印がされているようなやつがあるらしいので、それをちょっとね食べてみたいなと思います。営業してるのかな。これだ、このハロっていうお店ですね。今回食べてみるのがこちらのラース芝士豚螺烧伸びるチーズどら焼き。型に生地を流し込んでチーズをさらに入れて日本のたい焼きのような感じで作っているようです。完成までは約7分ほどでしょうか。出来上がったのがこちら。日本でも10円玉パンという中のチーズがビヨーンと伸びるのがありますが、こちらでは10パタカコインを形取ってます。お店の方がこんなのも用意してくれてました。パッと見なんだかあれのような包装なんですけれど、
これは使い捨てビニール手袋が中に入ってます。では黄色いあの袋から今度はおっと失礼、ビニール手袋を取り出して手にはめて早速いただきます。真っ二つに割ってチーズがビヨーンと伸びてね、子供から大人まで楽しめそうです。生地のほんのりとした甘さとチーズの本来持つしょっぱさ、これがうまくマッチした味わいでね、とても美味しくいただきました。あとお店の方からコーヒーもいろいろあるからおすすめだよということで、リューシャーカフェクイックサンドコーヒーというのをいただきました。苦味とほんの少しの甘みが混じったコクのあるコーヒーで、普段ブラックしか飲まない私も気に入ってしまう味わいでした。お店の営業時間は朝9時半から夕方6時半まで、観光地のど真ん中に位置しておりますので、気になる方はどんどん足を運んでみてください。はい、チーズコインどら焼き、食べてきました。ちょっと店内 BGM が入ってたんで、全部字幕での映像になると思うんですけれど、なかなかね面白かったですね。あと味もね良かったです。どら焼きのその生地の部分はちょっとほんのり甘くて、でチーズがねちょっとしょっぱい感じで、甘じょっぱいっていうね味わいでね、すごく食べやすかったですね。なんかすっごいビヨーンって伸びるチーズでね、日本にも10円コインのああいうのがあるらしいですけれど、マカオでは10パタカコインですね。今でもね10パタカコインって使われてはいるらしいですけれども、私も実際には手にしたことはないんですが、その10パタカコインを形取ったねどら焼き、チーズどら焼きでした。とにかくねここから、セントポール教会の方へ、向かっていきましょう。ゴールデンウィークの時はね、もうこの辺りが歩行規制が入るぐらいねすごかったんですけれどね、人出がね。ゴールデンウィーク終わってこれでもねマカオを知らないという方はむちゃむちゃ人が多いように感じるかなと思うんですけれど、かなりねこれでも人が減った方なんですよね。そのゴールデンウィークの時とかに比べたら減ったというか、これが普通かな。では新中央ホテルの屋上からね見えていたセントポール教会跡が、このように見えてきております。お決まりのようにセントポール教会壁前の石の階段のところで写真を撮るのもいいですし、ちょっと面白い写真を撮るのであれば、この建物ユニクロなんですけれども、このユニクロのところから写真を撮るのがねいいんですよ。うまく映るかな。要するにユニクロとセントポール教会のコラボみたいな感じですね。世界のユニクロと世界遺産のセントポールです。でここからですね、今見えているグランドリスバの方向へ、向かっていきます。一旦ねさっき上がってきた坂道をこれからまた、下っていきます。でセントポールの横にはですね、もう上に上がらないですけれど、モンテの砦、これも世界遺産ですね。でさらにセントポール教会の、横に道教寺院があるんですけれども、名前がねナーチャ廟と言います。これだけの規模のお寺ですけれど、こちらもですね世界遺産の一つとして保存対象になってるんですね。マカオの世界遺産というのはですね、歴史エリアということで一括りとして世界遺産になってますから、このお寺を個別に世界遺産に登録されたっていうわけじゃないんですけれども、東西文化の共存と融合というのがテーマになってるんですね。だから朝一番目に見たマコーミュという道教寺院で、そこからちょっと歩いたところに、教会があってですね、このセントポールも、元は教会ですけれども、そのすぐ隣に全く別の宗教のこの道教寺院があるということで、こういうのがマカオの世界遺産のテーマになっていると思ってください。東西文化の共存融合ですね。セントポールまでの道、周りにお土産屋さんとかいろんなショップがねありますけれども、だいたい朝は平均して10時からのオープンが多いですね。で夜はですねだいたい10時ぐらいでねクローズしていくんですよ。あんまりにもね朝早く来てもねお店なんか開いてないですしね、それをね目安にしてねお越しになられた方がいいですね。でセントポール教会とかは
ちょっと今お昼過ぎに来たのでね、まあ人多くなりましたけれども、まだ午前中に来た方が、お昼前に来た方が、もうちょっとね人は少ないかと思いますので、あまりにも人が多いの嫌だっていう方はね、なるべく朝にね、来るようにしてみてはいかがでしょうか。じゃあセントポール教会からね降りてきて、このファンケルですね、ここの横の道を通ってグランドリスバーの方へ向かいましょう。カレーおでんのお店が多いエリアですね。こちらも世界遺産の、これはロケ屋敷になります。中にももちろん入れます。で過去動画でね紹介した概要欄にはリンク先出しておきますけれども、キカというジェラート屋さんですね。日本人女性の経営されているジェラート屋さんです。そして坂をちょっと上がってまた下っていきます。でこの動画では世界遺産は最後になるかな、いや他にもねまだまだ世界遺産の保存対象になっているところはあるんですけれども、今回の動画ではこれが最後ですね。カテドラルマカオ大聖堂ですね。新中央ホテルの展望台からねちょっと説明した、メインストリートのサンマーローっていう道をね歩いてもよかったんですけれど、まだこっちの方がね人が少ないのでね、人が多いところを避ける場合はねこの道歩いた方がいいんですけれど、でマカオといえばねエッグタルトなんですが、ちょっとねもう今日いろいろ食べましたので今回の動画ではエッグタルトは食べませんが、エッグタルトの有名なお店のところをね後で通り過ぎて、そしてリスバー方向へと歩いていきます。でまっすぐ歩いてきましたらね路地があるんですね。で路地の名前がマートンリンウェイというところなんですけれど、エッグタルトの有名店があともうちょっとまっすぐ進んだところなんですよ。今日はそんなにそこまで行列はできてないかな。外のねオープンテーブルのところはほぼほぼ満席でありますけれど、カフェナタですね、マーガレットカフェナタというお店になります。今日はちょっともうエッグタルト食べないんですが、過去動画で紹介しておりますので概要欄にリンク先出しておきますから、そちらの方またご覧になってください。土日が10時から午後6時まで、それ以外の月火木金が8時半から4時半までです。で毎週水曜日は定休日です。新しいお店、白い恋人、もうリスバーの下まで来ましたけれども、ずっとまたまっすぐ進んでいきます。じゃあねマカオといえばセントポール教会、そしてこのグランドリスボア、そして向かい側の、老舗のねリスボアが見えてきたんですけれど、こういうのがマカオを最も象徴するようなエリアじゃないでしょうか。では、左から中国銀行、そしてグランドリスボア、オレンジ色のが、老舗のリスボアになるんですけれど、観光コースの最後としてですね、ちょっとね世界遺産とか、そういう古い歴史のあるところをね歩いてきましたので、一箇所中に入りましょう。ウィンというカジノホテルがあって、その中にね無料で見れるショーがあるんですね。それを見てですね観光コースの最後ということにしましょう。地下通路をね通ってウィン側の方へ行きます。じゃあ地下通路を歩いてねウィン側の方に来ました。しかし地下めっちゃ暑かったな。なんか外よりも地下の方が暑かったよ。じゃあこれからですね中に入って、ショーを見ましょう。確かここもね変わってなければ30分に1本、ショーがあるはずですので、とにかく中の方へ入っています。今は1時間に1本か。12時から夜10時までのこのジシアンシュ、ラッキーツリートリー・オブ・プロスペリティの、ショーですね。これが1本約5分です。それがショーがここですね。これ有名なショーですのでね、何度もマカオに来ている人は1回ぐらいは見たことがあると思いますけれど、しかしすげえ人だな。大陸の
ツアー客がいっぱいずらーっとねいますね。後でね映しますけれど、この天井がね、これ12の干支の動物がのデザインなんですけれど、この天井がねバカッと開くんですね。なかなか見応えのあるショーですので、それが無料で見れますから、一応映像でも残しておきます。なんか誰が言い出したのかわかんないですけれども、これ12のね干支があるんですよ。それぞれの干支の下のところらへんに行ってこのショーを見るのがね、なんか縁起がいいとかないとか、なんかそんな話を聞いたことがあるんですが、まあよくわかりません。ちょっと久々に見たけれど、ちょっと前とは少し違うようになってるのかな。このなんかグラフィックデザインっていうのか、なんか知らないけれど、なかなか精巧な作りになってると思うんですけれど、こう下からね木が出てくるんですね。これがトリー・オブ・プロスペリティ、私はラッキーツリーって呼んでますけれど、幸運の木というんですかね。 BGM もなんか以前と違って中華っぽい BGM に変わってるな。これは寿っていう感じかな。ちょっとがうまく捉えてるかどうかわかんないですけれど、これで木がまた下へ戻っていって、この天井がまたね閉まります。でこれでトリー・オブ・プロスペリティのショーは終わったんですけれど、すっげえ人だからちょっと落ち着いてから外に出よう。なんか世界遺産のところよりもなんか多いような感じになるな、見えるな。本当に久々にねこのウィーンの中のショーを見ましたけれども、いいですね。このショーなかなか見応えがありますし、私はもう何度も見てきましたからね、割と見慣れてますけれど、見てみる価値はねあるかなと思います。でこれでですね、ちょっと今回の動画で回るコースはね、一通り回ったということで、もし最初のスタート地点のギャラクシーの方へ戻るという場合、路線バスでまた移動してもいいんですけれども、ちょうどこのウィーンホテルのすぐ隣になるんですよ。ショーを見たこのウィーンのすぐ向かいにスターワールドっていうですねカジノホテルがあって、このスターワールドというのはギャラクシーと系列が同じですね。だからギャラクシー行きのバス、無料のシャトルバスがあるんですよ。その乗り場をね最後に紹介しておきたいなと思います。じゃあ一旦ね横断歩道を渡ってスターワールドの正面の方へ向かっていきまして、スターワールドの正面側のところのもうすぐ脇のところにですね、ギャラクシー行きのシャトルバスの乗り場がありますので、朝の10時から夜の9時までの15分おきに1回出ておりますので、スタート地点のギャラクシーまで戻る場合はここからね乗っていただくと無料で帰れます。バスなんですけれども、金色のバスもしくはこういうちょっと黄土色っぽい金色っぽいバスになります。はい、じゃあ最後ギャラクシーまではねもう戻らなかったですけれども、シャトルバスのね乗り場から乗っていただければ、もう途中でどっかに止まるっていうことはねありませんので、あとはもうお分かりいただけるかなと思います。初めての方でもね、朝の10時過ぎぐらいからねスタートして、結構割とね今日はあちこちもはしょっていったんですけれども、だいたい今これが午後の2時10分ぐらいなのでね、4時間ぐらいちょっとね撮影に今日は時間かけたんですけれども、本当にね観光でお越しになられてる方であればね、もっともっとゆっくりね回られるでしょうし、なかなかそう考えるとね1日だけだったらね結構タイトですね。
だからね、多分もうちょっとゆっくり食事したりねショッピングとかしたりだとか、他にエッグタルト、今日はね食べなかったですけど、食べたりいろいろと食べ歩きもされたいでしょうから、だからマカオ旅行で2泊3日のプランだとね、初日と最終日ってもうほとんど移動日になりますからね、真ん中の1日しかないから、一番いいのはね3泊4日ぐらいであればね、間2日間ありますありますのでね、丸1日日本からマカオへの旅行であれば、3泊4日がね一番いいかなと、そんな風なね感じを、受けながら途中からね撮影しておりました。そうですね、今日ねいろいろ回りましたけれども、今までちょっと撮影しなかったところが新中央ホテルと伸びるチーズのね、どら焼きでしたけれど、どら焼き面白かったですね。やっぱり今日一番良かったのは新中央ホテルの屋上ですね。雨降ってたらね多分行かないと思いますけれども、宿泊客でなくてもね屋上に行けるということなのでね、ぜひ皆さんをあそこ上がってね、屋上から、マカオの景色をね、眺めてみてください。あそこ本当におすすめですね。夜10時までなんでね、7時とか8時ぐらいに行くとリスボアとかねカジノホテルもライトアップしますしね、いい感じになるんじゃないかなと思います。それではちょっと長い動画になったかなと思いますけれども、ご視聴どうもありがとうございます。マカオ散歩のソンツンでした。チャンネル登録をして一緒にマカオのお散歩に出かけましょう。